アブラハムの目次録に記された救世主の出現時期、非世紀の書、外典には、具体的にどのような予言が記されているのでしょうか。その一例として、アブラハムの目次録、アポカリプス・オブ・アブラハムに収められた驚くべき予言をご紹介します。アブラハムの祈りと新たな預言者。この書には、預言者イブラヒーム、アブラハムが主に対して捧げた祈りと、それに対する明確な答えとして、ある預言者の出現時期が記されています。これは聖クルアーンの次の説に対応しています。我が思よ、彼らの中に、彼ら自身の中から一人の使徒を使わし、あなたの印を彼らに読ませ、経典と知恵を教え、彼らを清めさせてください。牛章129節。この預言者は、人々を偶像崇拝から唯一真信仰、タウヒードへと導く存在です。12世紀という正確な預言。アブラハムの目次録の中で、アッラーはイブラーヒームに対し、その預言者が、神殿、ヘロデ神殿ソロモン神殿の崩壊から12世紀後に使わされることを告げられました。歴史的背景、エルサレムの神殿が崩壊したのは、紀元前6世紀のことです。計算、紀元前6世紀から1200年、12世紀の地とは、まさに紀元6世紀にあたります。事実、預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれが使わされたのは、まさに紀元6世紀のことです。この書、第29章にはこう記されています。終わりの日に、私の契約の12の期間、12世紀が過ぎた後、私はあなたの家系からこの男を立ち上げよう。第28章の記述に基づくと、この期間とは1世紀、つまり100年を指します。偶像崇拝の力の勝利。アブラハムは原始の中で、自分の子孫たちが立派な神殿、ソロモン神殿の中で偶像を崇拝している姿を見せられました。その不信仰の結果として、神殿は破壊され、民は捕囚の身となることが告げられました。実際に紀元前6世紀、新バビロニアの王ネブカドネザルによって神殿は破壊され、ユダヤの人々はバビロンへと連れ去られました。しかし、アッラーはイブラーヒームに希望を授けられました。その崩壊から12世紀後、彼の家系から一人の偉大な人物が現れるというのです。その預言者は、以下の特徴を持っていました。偶像崇拝の地の中心から現れる。最初は偶像崇拝者たちから迫害され、攻撃を受ける。しかし最終的には勝利し、多くの人々が彼に従い、彼を敬うようになる。アブラハムがこの人物を見つめていると、神はこう語りかけられました。アブラハムよ、この者こそが人々を偶像崇拝から解放し、神殿の崩壊から12世紀を経て唯一真信仰を広めるものである。結論。神殿崩壊からちょうど12世紀後に出現した預言者は、歴史上、預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれ以外に存在しません。彼はまさに偶像崇拝の渦中、マッカから現れ、迫害を乗り越えて勝利し、世界に唯一真信仰を打ち立てたのです。ちなみに、エルサレムの神殿は歴史上2度崩壊しています。一度目は、紀元前6世紀、ユダヤ人が偶像崇拝に陥った結果として、ネブカドネザル王の手によって破壊されました。今回の、アブラハムの目次録の原始で言及されているのは、まさにこの一度目の崩壊のことです。なぜなら、この予言では偶像崇拝が原因であると明記されているからです。二度目は、紀元70年にローマ帝国によって破壊されました。しかし、この時のユダヤ人は偶像崇拝をしていたわけではありません。したがって、予言が指し示しているのは明らかに最初の崩壊のことなのです。この二度目の崩壊の後、神殿の時代は完全に終わりを迎え、今日に至るまでその跡地から神殿が再建されることはありませんでした。さらに付け加えると、イスラムのメッセージがこの特定の時期に現れるという、時間的予言については、以前述べたように預言者ダニエルもその原始の中で言及しています。経典の民はなぜ預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれがいつ現れるかを知っていたのでしょうか。預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれの出現時期に関する予言は、当時のユダヤ教徒やキリスト教徒が口にしていた、今は預言者が現れる時代だ、という言葉の根拠を説明してくれるのでしょうか。答えは、紛れもなく、イエス、しかりです。私は以前、不思議に思っていました。経典の民は一体どうやって、預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれが現れる正確な時期を知り得たのか、と。1、サルマーン・アルファーリシーの旅。真理を求めて様々な宗教を渡り歩いた教友、サルマーン・アルファーリシー、アッラーが彼を喜ばれますようにのエピソードがあります。彼がアムムーリアの修道士に出会った際、
その修道士は彼にこう言いました。アブラハムの教えを携えて使わされる預言者の時代が、すぐそこまで来ている。この修道士は、なぜ、今がその時だと分かったのでしょうか。2、マディーナのユダヤ教徒の予期。また、マディーナに住んでいたユダヤ教徒たちは、なぜ預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれの出現を待ちわびていたのでしょうか。彼らは地元の偶像崇拝者たちに向かって、今は預言者が現れる時代だ、と繰り返し語っていました。実は、ユダヤ教徒たちがその時期を知っていたことこそが、マディーナのアンサール、協力者たちがイスラムを受け入れる大きなきっかけとなったのです。彼らはこう語っています。アッラーの慈悲と導きにより、私たちがイスラムに招かれた理由の一つは、ユダヤ教徒たちが以前から、今まさに使わされようとしている預言者の時代が近づいていると言っていたのを、私たちが何度も耳にしていたからです。ですから、アッラーが使徒、彼にアッラーの平安と祝福あれを使わされ、彼が私たちを招いたとき、私たちはそれがユダヤ教徒の言っていた預言者だとすぐにわかり、彼らよりも先に信じたのです。3、ローマ皇帝ヘラクレイオスの革新。ローマ帝国の皇帝ヘラクレイオスも、アブー・スフヤーンとの有名な対話、サヒーフ・アルブハーリーなどに記された神聖な記録の中でこう述べています。私は、預言者が現れることを、時期を含めて知っていた。さらに彼はいずれ私の足元にあるこの地をも支配するだろうと述べ、もし私が彼のそばにいられたなら、彼の足を洗う光栄によくしたかった、とまで語りました。結論。隠されていた秘密。彼らはどうやって預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれの出現時期を知ったのでしょうか。以前の私にとって、これは大きな謎でした。しかし、アブラハムの目次録や、ダニエル書にあるような具体的な数値、12世紀という期間などを伴う予言を目の当たりにした今、その秘密がようやく解けました。これら外典や旧約聖書に記された正確な時間的指標こそが、当時の学者たちが、今こそがその時だと確信していた根拠だったのです。モーセの聖典に記された1750年後の王国、預言者ムハンマドを彼にアッラーの平安と祝福あれの使わされた時期について、他にも予言はあるのでしょうか。最近、私が目にした資料の中に、モーセの聖典、アサンプション・オブ・モーセという書物があります。これもいわゆる、非正規の書、外典の一つです。この書の中で、預言者モーセは自身の従者に対し、自分が葬られてから1750年後に、来たるべき預言者の王国が現れると告げています。1、全人類へのメッセージと偶像の破壊。モーセはその書の中で、従者勇者、ヨシュアに対し、次なる預言者のメッセージは全人類に向けられたものであり、アッラーがその預言者を通じて、偶像を崇拝する、異邦人に報復されることを伝えました。その預言者は、偶像崇拝者を罰し、彼らの偶像を打ち砕く存在です。これは、サヒーフ・ムスリムに記されたアバサのハディースにある、預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれのお言葉と一致します。アッラーは、血縁の絆を大切にし、偶像を打ち砕き、何者も並べ立てることなくアッラーのみを唯一神として崇拝させるために、私を使わされた。事実、偶像を破壊し、地上に唯一神信仰、タウヒードを再建し、あらゆる形態の多神教、シルクと戦った預言者として、ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれ、以上の存在をアッラーが地上の民に授けられたことはありません。アッラーは聖クルアーンでこう煽っています。彼こそは、導きと真理の教えを掲げて使徒を使わされた方であり、多神教徒たちが、いくら忌み嫌おうとも、それをすべての宗教の上に打ち勝たせるためである。介護書33節に、1750年という正確な年月。モーセは、次なる預言者が現れる時期を、私が葬られてから1750年後と特定しています。歴史的推測、経典の民、ユダヤ・キリスト教徒の見解によれば、モーセはエジプト第19王朝の時代に生きていたとされており、彼が葬られたのは紀元前1200年頃、あるいはそれより少し後のこととされています。計算、紀元前1200年に1750年を加えると、その結果は紀元550年、560年、あるいは570年頃となります。事実、紀元570年頃こそが、まさに預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれが誕生した時期であり、経典の民の学者たちが次なる預言者の出現を今かと待ちわびていた時代なのです。結論、このような驚くべき預言、吉報は、今この瞬間も彼らの書物の中に残されています。預言の扉を調査し研究することは、アッラーへの道、ダーワンに携わる人々にとって、非常に有益で大きな努力を要する価値ある仕事なのです。